ババンバンバンピバピバピバババンババンバンバピバボノババンババンバンバピバピバピバババンババンバンはいバノノはい、ふちこさんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライフを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこに夕飯の残りのカリカリとかつお節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方はぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせずご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが白茶のゆりさん。画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃん、グレーのぐちゃん、白黒のくたくん、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくとお勧めしております。はい。今日はさ、朝にね、黒缶をあげてんだけどさ、その黒缶が全然なくならないわけよ。でと思って、夕飯の時までまだ残ってんのね。で、まあね、二手に分けてるんだけどもさ、片っぽの方が、まあなくなってたんで、そっちにカリカリをちょっと足しといたわけよね。そしたらカリカリの方だけなくなってたわけよ。だから、あれと思って、今度はカリカリにはまったんかいってさ、カリカリのが来るんかいって思ったんでね、その朝のさ、まだ残ってる黒缶の上にもカリカリちょっと乗せてやって、で、また空になったお皿にもカリカリ足してやったらさ、まあ見事になくなってるわけよね。なんなの今度はカリカリ乗せた方が食べるんですかっていうのさ。で、まあね、食べるならと思ってカリカリ出してやったら今度は残ってるんでさ。その残りの夕飯のカリカリに鰹節をかけてね、今、たまちゃんが食べてくれてますよっていう感じでございますよ。はい。で、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている。
黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティス。猫いなくなっちゃったから、たけし、ジャスティス。今日もお湯が残ってるんで、塩入りのお湯だよ。結構ね、たっぷり残ってるんで、割とあったかい状態で保たれてますな。なほびってすげえな。今日はね、結局言うほど暑くならなかったっていうのかな。天気が曇り、なんか雨降りそうな感じの曇りが一日中ずっと続いてた感じだったからね。まあちょうどいいっていうか心地いいっていうかね、なんか辛い思いはしなくて済んで、まあ良かったっちゃ良かったんだけどな。まあ風は今までよりは通らなくなってきてるから、ね、風が吹かないで、これより気温が高くなると、ちょっと暑くなりそうみたいな。なんか予報だと明日から暑くなるんだったっけ？そう、でもさ、また雨なんだよ、出かけるとき。今年は見事に天気悪いなって感じで、どうしたっていう感じよ。カニタンさん、ジャスティス、こんばんは、ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ケンタマさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは、ボンソワ。本日もしぶとくやっておりますよ。で、今日は木曜日なんだね。なんとなく今日金曜日な感じがしちゃって行き急いでんだけどさ、まだ今日木曜日なんだよね。結局ゴミの日だったんだよね。だからまあゴミ出し、しましたよと。まあ曇ってはいるけれども雨が降っているわけではないので、洗濯をして洗濯物を外に干しましたよって感じ。で、まあ今日はいい加減ちょっとお出かけするかっていうのでね、ちょっとやってみたいなと思ってたことをね、軽めの動画だけれども、それを撮りに行って、でね、さっさと帰ってきたんで、残りの時間ね、なんかふと、そういえば、みたいな感じでさ、なんだっけ、クラブツーリズムのな、なんか変なのをね、なんとかパスみたいなの購入してしまったせいでな、まあそれを利用するのになんかね、興味のありそうなツアーあるかしらと思って探してたんだけども、前にね、なんかこれだったらいいかもって思ってたのでさ、小脇園に行く、やつがあったわけよね。私、小脇園は行ったことがないんで、だったらね、経験したことのないツアーだから、まあいいかなとは思うんだけど、ただちょっと割高っていうのかな、なんかあんまりさ、これ安いみたいな、前みたいにさ、なんかさすがバスツアーはすげえなみたいな、コスパいいなみたいなさ、のがさ、ないんだよね。なんかちょっと高くねっていう感じで、なんかっていう感じで申し込まずにいたんだけれどもさ、それをふとさ、なんか個人で行った方のがさ、安いんじゃないかと、ふと思ってさ、で、調べてみたわけよね。なんかその交通費と一緒にセットになって、なんだかお得なチケットだとか、そういうの出てたりしないかしらと思ってさ、ホームページの方に行ってみたわけよね、小涌園のさ。そしたらやっぱりな、個人で行った方のが安い。バスツアー利用しないで、ね、個人的に行った方が安いなと。まあ、ただその移動がやっぱり、どうしようかなってちょっとね、申し込んだ後でもう一回バスツアーの方に戻ってみてさ、値段はまあね、お得ではないんだけど、バスツアーの方はさ、行動がさ、昼間じゃん。だからね、朝行って、で、まあ夜確実に帰っては来れるわけじゃんか。
だけど、そのね、個人で行くやつは、そのね、だっけ、ホタルが見れるっていうプランがあって、でもそれはいいじゃないか、ホタル見たことないもんなっていうのでね。だから、それをさ、行ってみようと思って申し込んでみたんだけれどもさ、値段も安いし、みたいな感じでさ、なんか勢いで申し込んじゃったんだけど、ただ帰りのな、交通手段、なんか時刻調べてみたらさ、ギリっていうのかな、やべえっていうのかな、ちょっとヒヤヒヤするっていうのかな。これ失敗したら帰ってこれないぞみたいな、なんかそんな感じになるんだよね。だからそれを考えると、バスツアーの方がさ、気が楽っていうところがな、まあ、あるよなっていうのがあって、ね、値段に変えられないところがあるよなっていうので、なんか悩ましいなっていう感じなんだよ。なんかあんまりお得感はないんだけれども、夜確実に帰ってこれるっていう安心感な。それと天秤にかけるみたいな。だからバスツアーの方はもうちょっとね、9月だか、そのあたりなんでね、ホタルが見れるっていうプランではないわけよ。ホタルは見れないんだけど、まあ同じような感じっていうのかな。ビュッフェがあって、で、温泉があって、で、ツアーの方は船にも乗れるわけよね。で、まあ往復の、バスがあってっていう感じなんで、まあまあ、みたいなね。もう昨今旅行は高くなってますので、それの中で見ると、安く見えてしまうようなツアーなんだけど、冷静に考えるとさ、個人で行った方が安くね、みたいな、まあそんな料金なんだよね。で、自分で申し込んでみたら、こっちの方が安いじゃんと思ったんだけども、ね、帰りが帰りがやばいな、みたいなね。そんな感じで今考え中、みたいなね、感じでございます。ヨッシーさん、ジャスティス、ありがとうございます。バスツアー、特に都内の、公共ツアー、後でね、とか、赤坂、利休とかは自分で行けば、ただですから、そうだからね、そういうツアーが多いわけよ。それに5000円も6000円も払うのそれいらないんだけど、みたいな感じなんだよね。でね、なんかグルメツアーっていうのなんかおそらくね、多分有名なお店で、普通には予約が取れないみたいな、そういうお店のね、なんかグルメツアーみたいのがあるみたいなんだけど、それはね、もう初めからキャンセル待ちなんだよね。お、すげえなと思って。で、それもさ、全然安かねえわけよね。いくらぐらいだろう、あんまりちゃんと調べてないかわかんないけど、まあ全部1万円以上はするんだよね。なんだけども、それは全工程がね、ずっといつもキャンセル待ちなんだよね。だから、すげえなと思って、まあ、それだけの価値がきっとこれにはあるってことなんだろうねって思うんだけどさ、そういうのとか、あと本当、その都内のさ、近隣のな、その皇居ツアーとか、なんかそんなんでさ、なんか一番安いので検索すると、まあそういうの出てくるんだけどさ、まあ近いからねっていうので、でも、5、6千円は、最低するわけよ。でね、だから、5、6千円かかるんじゃさ、自分で行った方のがよくねみたいな。で、しかもなんかガイドかなんか聞きながら、なんか歩くみたいなんだよね。いやー、バスどうしたみたいなさ、そんな感じなんてなんか、申し込みたいものがさ、全然ないのよね。で、まあ遠くに行くんだったら往復のね、そういうやっぱりさ、苦労を考えると、まあいいかな、みたいな感じがあるんで、じゃあいいかっていうね、妥協点があるんだけどさ、もうほんと近隣のツアーでさ、そんな5、6千円もかけて、で、しかもさ、お昼なしとかさ、最近、お昼なし多いんだよね。食事なしが多いんで。
それでその値段かと思って、せめてその値段出すんだったらさ、ちょっと普段ね、個人的には行きにくいようなお店でね、ランチ食べられるみたいな、なんかちょっとしたあれがあるなら、まあまだいいけどと思ったけどさ、ないんだよ。歩かされて、お昼なしで、で、そんな払うの、いらないんだけど、みたいな。なんかそんなツアー多くてさ、すんません、文句ばっかり言っててな。てーたまさん、鳥取へのカニツアーとか行ってみたいですね。鳥取ってなんか砂丘のイメージがあるから、海産物のイメージなかったけど、鳥取でも海産物はあるのか。さすが日本だな。日本ってどこ行っても海産物あるな。よしさん。えーっと、境港で、カニと、北郎ロードとか良いですね。なんか、北郎ロードっていうと、なんかどっかになかったっけこの関東、東京のどっかしらの商店街に。東京のなんかどっかしらの寂れた商店街に、なんか、北郎ロードっていうのかわかんないけど、なかったっけ。それと違うのかな。でも、境港っていうことはどこなんだろうな。カニが有名なところなのか。これは全然知らんかったな。で、あと、なんだったっけな。今日なんか今思い出したけど、忘れたな。まあ、その、小涌園のね、やつを散々、帰りのルートをね、散々調べ倒してた感じだったんだけどかな。で、あと何があったっけな、なんかあった気がしたけどな。よしさん、北郎ロードが都内でもあるんですね。そう、北郎ロードって言ったかどうか忘れたな。なんか、その、鬼太郎のキャラクターが、なんか、シャッター商店街らしいんだけど、着ぐるみが歩ってるらしいんだよ。歩ってるらしいんだよね。で、まあ、寂れてる商店街なんで、なんか一緒にツーショットで撮らせてもらえたりとか、なんかするらしいんだよね。なんか、鬼太郎、水木しげるで関係ある場所ってどこだねえ、だから都内じゃなくて、私が、なんだろうな、記憶違いしてるのかもしれないけど、なんか地方なのかもわかんないけど、なんか都内じゃなかったっけなんてふうにちょっと思ったんだけど、どうだったかな。適当な知識でございますよ。てったまさん、境港は鳥取の、西の端ですね。鳥取ってどこだちょっと調べたい。なんかね、飛行機乗るようになったらさ、ちょっと世界が広がってな、地理的なものがさ、少し今までの私に比べたら、だいぶ地理的な知識がね、広がってきたんだよね。鳥取どこだと、あれ、鳥取。小さい「つ」が先に来ちゃったの。鳥取。鳥取、合ってる鳥取空港っていうのもあるのか。鳥取空港っていうのも行きたいな。ーっ鳥取市、日本の市、1時間で、大概日本は1時間ちょいで行けるところが多いんだな、東京からだとな。で、海の映像出てるね。なんか砂丘のイメージあったから、海のイメージなかったんだけど、海出てるね。海じゃんね。めっちゃ海じゃんね、これね。なんで砂丘、あるね。海のとこに砂丘あるのか。なるほど。じゃあ、この砂丘を越えると突然海出てくる感じなんだ。へえ。ちょっと興味出てきたな。どっから鳥取って行けるのかな。岡山とかと距離的には同じような
感じが、もうちょっと近いのかと思った。っていうか、私が勝手にね、岡山って九州の手前だろうって思ってたからさ、全然違ったな。全然違ったな。広島の方が九州の手前だったな。逆だと思ってたんで、岡山が九州の手前で、で、その次に手前が広島だと思ってたんだけど、逆だったな。距離的にはね、なんか岡山と鳥取と似たような距離だな、東京から行くとな。こっちの日本海側のね、端っこだったな。全然知らなかった。海だった。そうか、この辺カニ取れるんだ。へえ。でもさ、自分も鳥取は行ったことないんですよね。遠いよね、鳥取ね、今見たらね。うん。天玉さん、日本海を見たことがないという、そうそうそう、私もそうなんで、結局だからまだ今回は見てないと思うんだよね。札幌だったっけ違う。新千歳空港に行った時は、あれで、日本海ではなくてさ、なんだっけ、津軽海峡だっけ、あそこって。とか、あとなんだっけ、太平洋らしいよな。だから日本海は見てないわけよね。まあ空の上からもしかしたら見たのかもしれないんだけど、なんかどこだかわかんないから空の上だとさ、ここどこだみたいな感じなんでさ、だから、なんだ、日本海をね、その行って、目の前にね、広がってる海、これは日本海っていう経験をさ、してないわけよね。で、大阪行っても、大阪も日本海じゃないじゃん。で、淡路島も、あれ日本海ではないだろう。で、小豆島も日本海じゃないじゃん。で、高松、四国も日本海じゃないじゃん。で、次行くのが長崎だけど、そうだから来週長崎、そんな話しようと思ったんだ。来週長崎行くのにさ、また天気雨なんだよね。だからもう、と思って、なんかずれてくんないかなと思ってんだけどさ、長崎で天気調べてみたら、来週がっつり雨なんだよね。いや、これ望み薄。望み薄と思って、で、まあ、千歳空港だったらさ、空港の中が広いしさ、いろいろ充実してるから、まあ、雨だったら最悪ね、空港の中で遊んでればいいやって感じだったけどさ、長崎はさ、滞在時間長いのよ。始発で出ないと飛行機間に合わないっていう飛行機に乗っていくんでさ、お、やべえ、始発じゃないとやべえな、これ。ギリギリじゃん、みたいな飛行機なんだよね。それ乗って長崎に行くんだけどさ、だからもう朝っぱらから長崎に着くわけよね。で、夜またね、12時間長崎にいて、で、帰ってくるっていうね、終電で家帰るみたいな、そんななんだよね。一番過酷じゃね？今までの中で一番過酷じゃね？みたいなやつがさ、来週待ってんだけどさ、雨なんだよね。がっつり雨なんだよね。そう、梅雨って言ってたじゃん。だから梅雨入りかと思って調べたんで、朝さ、思わず。まず調べたら、まんまとがっつり雨で、これ望み薄いなと思ってさ。ねえ、で、滞在時間長いんだけど、長崎駅って長崎空港ってさ、そのね、新千歳空港とかみたいにさ、広い空港じゃないから、そんなに見どころないんで、12時間も滞在できないよねっていう感じなんだよ。だけどあそこさ、交通の便めちゃめちゃ悪いっていうかさ、船かバス、またはタクシーしかないんだよね。電車ないんだよね。お、そうか、そんなところに着くんかと思ってさ、じゃあどうしよう、観光
どうしようって思ってたわけよね。いやー、なんか、気が重くなってきた。気が重くなってきたって正直思ってたんだけどさ、それがまたしても雨じゃさ、もうほんとどうにもなんねやこれと思って。終わったと思ってんだけど、今。で、私な、ねえ、てんたまさん、梅雨ですからね、そうなのよ。どこだっけ。よしさん、私もいつか鳥取の境港へ行きたいと思ってましたね。なんか今の話聞いてたら、がぜん行きたくなってきて、がぜん行きたくなってきて、羽田から出てる飛行機で鳥取って行けんのかな。行けないのかな。行けないんだったら行けないな。もう成田行きたくない。よしさん、東京都府中市にある、天神通り商店街に、鬼太郎キャラがいるようです。あ、そうかもしれない、そうかもしれない、そうそうね。だからまあ、都内のなんか商店街は当てたよな。思ってたより遠かったけど。思ってたより遠かったけどね。なんか勝手に足立区だか、ね、なんか葛西あたりにある商店街だったっけなと思ってたけど、全然違ったな。調布市か、そりゃ遠いね。天玉さん、梅雨ですからね、そうだね、ふと思ってさ、もうがっつり雨だったよね。梅雨入りしてたよね。長崎はしっかり梅雨入りしてたね。吉井さん、6月は梅雨ですからね。でも、一日中降り続くことはあまりです。ああ、そうだよね。確かにね。もう本当、奇跡的に奇跡的にね、観光してる間だけまたね、止んでくれねえかなと思ってんだけどな。カニタンさん、11月に長崎へ出張で、あ、そうなんだね。今日も雨だった雨なのか。雨なのかね。そうだよなと思って。そっちから梅雨入りするわけだからさ、そうだよな。逆だったらよかったよなと思ったんだけどな。もう見事に被っておりました。てったまさん、あずき島の、殿章、そう、殿章読めなかったよ。行ったおかげで読めるようになった。殿章にも、妖怪美術館、そうそうそう、妖怪美術館っていうものがありますね。あさっての動画に、出てきますよ。まあ、妖怪美術館に行ったわけじゃないけどさ、妖怪美術館っていうものがあるらしいっていうのを発見した場面がありますので、出てくるよな、あるらしいよな。てんたまさん、父親が長崎出身なので、ああ、そうなんだ。子供の頃は、お盆の旅に長崎行ってました。おお、いいじゃないか。車で行くんだ。へえ。てんたまさん、その時に、高知の、なんとかだろう。読めない。なんとかからフェリーに乗るのですが、ああ、そっか。車で、フェリーに乗っていくわけだ。めちゃめちゃ揺れましたね。あ、そうなんだね。揺れんのはな、子供の時だと余計嫌じゃねって私は思うんだけどな。てんたまさん、足ずりなんていう地名があるんだ。日本って面白いよね。日本ってね、名字いっぱいあるけどさ、なんかそのアジア圏っていうのかな、まあ中国とか韓国とか、まあそのあたり、界隈でね、こんな名字が多いのは日本だけらしいもんな。なんか何種類かしか他の国はないみたいだもんね。で、日本はその地名がね、名字になってることが多くて、まあ、地名がね、豊かなことっていう感じよね。だから、名字も、まあ、地名も同じっていう意味で言うとさ、いろいろな、面白いよな。なんだ、漢字っていうのかな、ネーミングっていうのかな。
そう、だから、私は子供の時さ、ばあちゃんが、栃木に住んでるじゃんか。だから車で栃木に連れてかれるわけよね。で、子供の時ってさ、車酔いするから、で、まあ今だとね、まあ、ものの2時間ぐらいで、車だとね、着くんだなっていう感じなんだけどさ、子供の時はその2時間がまあ永遠に長いというか、まあでも車だから渋滞あったな。だからわざわざ渋滞が起こるような時に行ってたんだよ。なんでって思うんだけどさ。せっかく自営業なんだから、わざわざ世間の休みに合わせていかなくてもいいのにって思うのに、なんか今思うと、なんか多分世間の休みに合わせて行ってたよなと思って、まあだからあれかな、お盆だとかお彼岸だとか、そういう時期だったからってことなのかなって思うんだけどさ、なんかわざわざ毎回渋滞に巻き込まれてたよなと思って、で、もうそれが地獄の時間だったよなっていうのをさ、なんとなく記憶にあるんだけど、子供の時なんてね、もうなんかその栃木に行くのがもう嫌で嫌だっていう感じだったけど、さらに船で揺れたりとかしたらさ、もうね、確実に酔いそう。酔いそう。だから子供の時はその車でね、酔うのが嫌でっていう感じだったけどね、もうさらに船じゃ絶対酔いそうだよな。ねえ、足ずり。天玉さん、長崎に行くたびに、ちゃんぽんでなく、皿うどん食べてました。ああね、そうそう。だから長崎に行ったらさ、何食べるって思ったんだけど、やっぱりちゃんぽん、皿うどんっていう感じなんだよね。ただほら、こっちにもさ、リンガーハットやたらあるからさ、ちゃんぽん、皿うどんは、まあ別に食べれるよねっていう感じなんだよね。まあ、大概ちゃんぽん食べるから、皿うどんを食べたことはね、ないかなと思うんで、まあどっちかって言われたら、まあ皿うどんなのかなとは思うんだけど、ただほら、皿うどんつっても、やっぱリンガーハットで食べれっからなって思うとさ、なんか、っていうね、感じよね。で、なんだっけ、もう一個なんか、じゃあトルコライスか。トルコライスは、長崎、リンガーハットにないから、確かなかったと思うからさ、リンガーハットも、いつもちゃんぽんしか食べないんで、ちゃんとメニュー見たことないんでわかんないけどさ、もしかしたらトルコライスあったのかもしれないけど、確かなかった気がすんだよね。で、都内でトルコライスを食べようと思ったら、食べれるところおそらくないんじゃないのと思うんだけど、まあ調べてないからわかんないけど、今まで生きてきた中でさ、トルコライスを食べた記憶はないんで、あ、じゃあまあトルコライスかなとは今のところ思ってるんだけどさ。でも皿うどんうまいんだよな。皿うどん好きだな。ヨッシーさん、長崎は、どこに行かれる予定なのですかだからね、とりあえず、今度はソラシドエアに乗ってみたっていう動画を撮りたいわけ。ソラシドエアに乗ってみたっていう動画を撮りたくて、で、ソラシドエアどこに行くのかなと思ったら、分かったよと思ってさ、エアドゥが、北海道の翼っていうことらしいから、ってことは、ソラシドエアは九州の翼っていうことみたいだなっていうことがさ、今回分かってさ、あ、そういうことかと思って、まあ、それでね、なんだっけ、長崎に行くわけよね。で、最初は、どこに行っていいか分かんなかった。とにかく九州に行きたかったわけよね。だから北海道を制覇したじゃん。で、まあ、本州にはいるじゃん。で、ほら、高松で四国には行ったから、あと行ってないのは、まあ、九州だっていうので、で、九州を抑えれば、大体日本は行ったなっていう雑だけど、全部制覇したなっていうのがあるんで、九州に行きたかったわけどね。で、九州は全然知識がないんでさ、長崎、福岡、
大分、熊本だっけ、あと、鹿児島があったか。忘れてた。そんなにあったか。なんか4つぐらいしかなかった気がすると思ったんだけど、それでね、どこに行っていいのかが全然わかんなくて、でね、なんとなく長崎にしてみたわけよね。で、長崎空港にとりあえず行くじゃんっていうので、で、いよいよね、迫ってきたから、で、高松も終わったんでね、次は長崎かと思って調べ始めてみたらさ、まあ、長崎空港がさ、そこなのみたいなところに着くわけよね。そっから長崎駅って全然近くないんだっていうのでさ、出た。空港あるあるっていうのがさ、最近なんかね、飛行機乗るようになって、ようやくね、理解したところがあって、空港あるあるだな、これなって思ってさ、長崎駅全然近くないんじゃんと思ってさ、ねえ、で、行こうとしたら、その橋を渡るのに、あの、自転車通れないらしいんだよね。自転車が通れなくて、徒歩か、自動車か、バスか、みたいな感じらしくって。で、徒歩だとその橋渡るのに1時間かかるらしいんだけどさ、まあ見る限りこの橋歩いて渡りたくないんですけど。歩いて渡りたくないんですけどって橋さ、1時間も歩かなきゃいけないのっていうのさ、絶対嫌だ。これ絶対嫌だと思って。だからまあね、バスかなんかしらで、その橋を渡るか、もしかその海の中っていうのかな、あれ海っていうの、湖っていうのわかんないんだけど、ね、なんか海の上の空港っていうことらしいから、あれは海っていうことなんだろうなって思うんだけど、だからそこを船で、ね、対岸のどっかしらの岸、港に行って、まあ、そっから移動みたいな、そういうことらしいんだよね。だからまあ、とりあえずその橋をバスで渡んじゃんと思って。で、その辺の砂浜、ちょっとね、遊んで、で、戻ってきて、で、船でなんかどっか行って、で、その辺の、まあ、港で遊んで、で、帰ればいいかなとか思ってたわけよね。で、最初そうそうそう、あ、そうだと思って、長崎かってすっかり忘れてたんだけどさ、長崎といえばさ、アンデルセンじゃんって思ったわけよね。で、アンデルセンっていうさ、喫茶店があるの、まあ多分有名だと思うから、まあみんな知ってるとは思うんだけどさ、そのなんだ、サイキックの人がやってる喫茶店があるんだよね。ただまあ、その予約が取れないっていうことだから、来週だからさ、無理。無理だとは思うんだけど、ただその予約取るっていうのをやったことがないからね、まあこの機会をいい機会に、まあね、予約取ってみてもいいかなと思ったんだけど、結構ね、時間が長いんだよね。拘束される時間が長いんで、そうするとね、なんか余った時間で別のところ観光とか、なんかできないような時間なんでさ、なんかね、そのせっかく遠くに行ったのに観光を全くできないんじゃちょっとあれかな、どうしようかなみたいなところがあって、まあ、長崎空港からね、まあそんな遠くないところみたいなんで JR に乗ればね、JR に乗るまでが大変だけど、乗っちゃえばすぐみたいなんでさ、じゃあまあね、行けなかないし、で、時間長いしさ、長崎に滞在してる時間が。だから全然行けなくないんでね。で、しかもほら、天気が雨だってなったからさ、そっか、雨だったらね、なんか予約ちょっと調整してみればよかったかなと思うんだけど、さすがにちょっと1週間前だからさ、ちょっと無理かなとかって思うんだけど、なんかね、まあ呼ばれた人なら行けるっていうので、まあ多分私はお呼びでないと思うから行けないとは思うんだけど、
なんか、雨でどこにも観光に行けないんだったらね、いっそのことそのアンデルセンってな、マジックショー見てればよかったなって、ちょっと今思いつつっていう感じよ。って言ったら、まあさ、長崎の人は、皿うどんでも、何でもソースをかける文化が、あ、そうなんだ、それは知らんかった。それは知らんかった。あ、そうなんだ。ヨッシーさん、ソラシドエアで長崎空港ですか。なるほど。長崎空港は利用したことありませんが、あ、そうなんだね。海の中に新設された空港のようですね。ね、そうなんだよ。海の上に、着陸する、なんか変わった空港だ、みたいな感じで、まあ、紹介されてるというか、書かれてるんでさ、と思って。そうなのと思ってさ。でね、その JR だかなんだか観光するのにさ、鉄道ね、アクセスどうなってんのかなと思って調べてみたらさ、まんまとアクセスできないからさ、マジかーっていう風にさ、なったわけよね。で、へーってちょっと思ってさ、吉井さん。大村市か、長崎市か、ハウステンボスか、そうそうそう。だからもう、最初からね、ハウステンボスに行くつもりで、で、その長崎に行くんだったら、まあいいんだと思うんだけどさ、それでもさ、なんか空港行って、で、船で、その長崎、ハウステンボスね、目指しちゃえばいいからね、と思ったんだけど、いや、ハウステンボスはね、なんか特に行く気ないかな、みたいな感じでね。なんかそれで時間、潰しちゃうのももったいないかな、みたいなね。そのテーマパークで時間潰しちゃうんだから、何回も行ったことあるとこだったら、まあそれもいいかなと思うんだけどさ、だから大阪に行った時もさ、別に USJ に、行く気は全然なくて、全然なくてね、なんか、ディズニーランドは別にいてもいいかなとかって思うんだけど、でも、だからといって、その大阪にディズニーランドがあったところで、行かなかったとは思うけどね。東京にあるから、東京にあるからな。なんかね、テーマパークで時間潰しちゃうのはね、初めて行くところでもったいないかなと思って、もう一通り遊んでね、まあ大体なんとなく分かったから、じゃあ今度はテーマパークでも行ってみようかみたいな、まあそんな感じだったらいいかなと思うんだけどさ、初めて行くところでね、テーマパークで一日潰してしまうのはちょっともったいないかなみたいなところがあって、まあだったら空港をうろうろした方のが私的には楽しいみたいなところがあってさ。ねえ、で、大村市か。大村市って何があるんだろうね。そうなんだよね。だから、ハウステンボス行くんだったら、もう空港降りたら船だなっていうのが、まあ明確なんでね、あといいんだけど、そうでないとしたらさ、あと何しようか。と何しようかっていう感じよね。で、船も結構ね、その海がさ、そんな大きい海じゃないっていうのかな。なんか高速船で、なんか30分、なんかどこの港に着くにしても、なんかね、高速船で30分ぐらいらしいんだよね。ってことはさ、往復でまあ1時間。ただまあその時刻表がわかんないからね。時刻表によってはそんなにね、なんか悠長にふらふらしてる時間はないのかもしれないんだけどさ、ね、なんか、ね、そんなに移動にも時間かかんないのかと思ったらさ、何、何するみたいな感じよね。雨だしね、なんかあんまりうろうろしたくないしね、みたいな。せっかくね、暑くもなく寒くもなくていうのかな。まあ、多少ちょっと暑いかもしれないけど、まあ、少しムシムシがしたりとかはあるのかもしれないけど、ただまあ、真夏とか真冬みたいなさ、
そういう厳しい天候じゃないわけだからさ、ね、だったらと思ったけど、雨じゃさ、みたいなね。てったまさん、大阪は地下街歩いてるだけでも楽しいですけど、長崎はてん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 。ね、雨だとどうしたらいいのって感じよね。ハウステンボス行って、でもハウステンボスもさ、なんかイメージ的にはさ、屋外のテーマパークっていうイメージがあるんだよね。ディズニーランドもそうだけどさ、ディズニーランドもそうだけどね。だからまあ一応屋内のアトラクションもあるけどね、まあ基本、屋外のアトラクションじゃない、テーマパークだから、まあハウステンボスもそうだろうっていう感じなんでね。行ったところでね、一日中なんか楽に楽しめるわけじゃないよな、みたいな、そんな感じ。カニタンさん、軍艦島がおすすめ。ああ、そうなんだ。そんな楽しいのかい？なんか軍艦島って何が面白いんだろう。何が面白いんだろうっていうのが全然わかんなかったんだけど。そうなのか、面白いのか。てんたまさん、軍艦島ハードル高いね。そうだよね。なんかどうやって楽しんだらいいものなのかがさっぱりわかんなかったんだけど、なんか楽しめるものがあるんだな。カニタンさん、今もやってるかな？なんかやってんのか？軍艦島でなんかやってるのかい？軍艦島。軍艦島で、ねえ、なんかさ、雨の軍艦島ってさ、めっちゃ怖くない？不気味だよね。普通に不気味なんじゃんね。晴れてても不気味な観光スポットって書かれてるもんね。それが雨降ってたらさ、もう不気味オブ不気味。何どういうことみたいな、そんな感じ。てんたまさん、クルーズやってますね。なるほど。じゃあ、クルーズで、軍艦島も、上陸せず、ただ周りから眺めるみたいな、そういうことか？軍艦島コンシェルジュ。上陸ツアー。ってことは、普通は上陸できない場所なのか。そのツアーに参加しないと、上陸はできないよみたいな、そういうところなのかな。ツアースケジュール、予約についてとか書いてあるから、多分そうなんだろうね。そう、観光スポットで検索したら出てきたんだけどさ、いやー、なんか、不気味じゃん。不気味じゃんとかって思ったんだけど。なぜ上陸禁止になった？じゃあやっぱりそっか、普通には行けないところなのね。そういうツアーに予約するといいってことね。えーっと、けんたまさん、個人で5000円。5000円。カニタンさん、ハラハラドキドキ。上陸周遊ツアーですね。そっか。そういうのが好きなんだな。私は平和なのがね、好き。ふわふわ、ゆるゆるふわふわなのが好きなんでね、ハラハラドキドキはね、あんま好きじゃないんだよね。まあ、お化け屋敷は全然怖くないんだけど、まあ、だからといってお化け屋敷行きたいかっつったら全然行きたくない感じね。ゆるゆるふわふわな感じが好きなんですよ。だから猫がいる島とかあるんであれば、それは行くと思うけどね。それは一目散に行くと思うんだけど、なんかそういうのはなさそうな感じなのでさ。そうすると、あとは海とな、なんだっけ、トルコライスと、みたいな感じじゃん。カステラと、みたいな。でもあるか、海があるから、海の幸もいいんだっけ？そう考えると、トルコライスと、トルコライスと、あとは、海鮮と、あとは、カステラみたいな、
そんな感じ。そしたらもうね、空港にいればいいじゃん。空港にいればいいんじゃないっていうことになるよな。そんな大きい空港じゃないからね。12時間も入れないと思うんだけどな。どうしましょう。ーっと、よしさん、上陸と言っても、行ける場所は限定されます。ああ、なるほどね、そっか。かつては東京以上に、過密した島です。そうなんだね。てんたまさん、廃墟好きな方多いですよね。そう、廃墟好きな人はさ、いいかもしれないけど、私、廃墟好きじゃない。廃墟好きじゃないんだよね。綺麗な街のが好きよ。まあ、だから東京に住んでんだろうな、きっとな。よしさん、廃墟内には入れませんけど、見るだけ、そうなんだね。まあ、遠くからね、何人かで一緒に見てる分には、まあいいんだけどな。一人でポツンと全然行きたくない。行きたくないな。カニタンさん、広大な地下の、炭鉱に出土。地上は、高層住宅の廃墟。あ、そうなのね。じゃあ、下に、そのね、炭鉱の、なんだ、仕事場があったんで、その仕事に行くための人たちが、その高層の住宅に住んでたんだ。そんな人気の場所だったんだね。へえ、すごい。てんたまさん、香港であってたっけ？香港の、えー、く、急、急流、急流所、急流所だってか、壁も行ってみたいですね。読めてね。漢字で読めてね。行ってみたいですね。へえ、そうなんだ。それも、あれか、廃墟っぽい感じのところか。カニタンさん、中華街がよかも。あ、そっか、中華街あるってそういえば書いてあったっけね。そう。中華街あるじゃんと。またしてもさ、中華街だって横浜にあるしねとかさ、なんか最近やたら中華街ばっかあるよねとか思って、なんか長崎に行ってまで中華街行くのかと思ったけど、またあれか、長崎は長崎で、また味わいが違うのかね、こっちの中華街とはね。なんか違うものがあるかね。カニタンさん、グラバー亭、良いかも。グラバー亭も良いかも。グラバー亭ってなんだ。グラバー亭。世界遺産グラバー園。長崎港を見渡す急流。あ、そっか。じゃあ夜景が綺麗とかそういうことなのかな？夜景はさすがに見てる時間ないんじゃないかなと思うんだよね。最近日が長いからさ。ね、で、9時に帰るとすると、ね、飛行機の時間1時間前ぐらいって考えると、多分夜景はね、そんな楽しんでる時間ないんじゃないだろうかと思う。グラバーって、違う、豊島区だ。ね、豊島区じゃねえぞ。グラバー園について、グラバー園で見ればいいかな。ね、グラバー邸だと豊島区になっちゃうな。つながらない。つながらねえぞ。なかなか出てこないぞ。グラバー園とは、ガーデン。洋風な感じの建物ってことか。グラバー園、園内マップ。グラバー園内。なんかお花がある感じではなさそうかな。建物を楽しむっていう感じかね。じゃあ、あれか。国田映え。でも、国田映え晴れの日だな。雨の日はちょっと長靴履いていかなきゃいけない感じになるかな、こ
な。グラバーって修学旅行で行ったな。あ、そうなんだ。修学旅行なんだね。MC さん、長崎なら出島ですよ。ああね、教科書で習ってます。確かに出島ってなんか聞いたことあるけど、出島は何なんだ？何があった？てんたまさん、小学校の修学旅行が毎年行ってる、長崎だった。悲しみ。そっか。お父ちゃんが連れてってくれるからな。そりゃ確かに悲しみだな。修学旅行栃木だったら多分悲しみだな。修学旅行どこだったっけ？あ、でも、日光。日光だから栃木だったな、それな。まあ、修学旅行じゃないか。なんだっけ。なんとか学校だったっけが、日光、伊豆日光いや、小学校の修学旅行は日光だったっけ？なんか5年生が日光で6年生が伊豆だったっけな。だから、あれか、小学校の時の修学旅行は伊豆だったかな。神谷さん、グラバー邸は昼間です。あ、ね、昼間ね。じゃあ、あれだ、建物を楽しむ感じかな。じゃあ、出島に関しては私の宿題っていうことですな。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。MC さん、かつての出島を再現した建物群があります。内部は今のランチやカフェですが、見学すると結構おすすめです。あ、そうなんだね。じゃあ、船で出島に行った方がいいのかな。ありがとうございました。おやすみなさい。というわけで本日もお付き合いありがとうございました。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ってなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。